こんにちは、チャイコと申します。今回は、ジャストダンスのカメラコントローラーについてお話しします。使い方から、プレイする際の注意点、そしてどのように採点がされているのかについて解説していきますので、どうぞ最後までご覧ください。解説を始める前に2点お伝えしておきたいことがあります。1つ目は、このカメラコントローラーは現在はまだベータ版、使用版です。と言っても、リリース当初に比べたら採点機能もだいぶ改善され、普通にプレイする分にはそこまで問題なく使用できます。ですがまだ正式版ではないため、コンボ機能が変更される可能性は十分にある。ということはご了承ください。2つ目は、カメラコントローラーを使用するのが目的で、これから新しくジャストダンスのソフトを購入しようとしている方がいらっしゃいましたら、ジャストダンスには無料の体験版がありますので、事前にこの体験版でカメラコントローラーを使用できるかを確認してからゲームを購入されることをお勧めします。その理由として、カメラコントローラーはお手持ちのスマートフォンをゲームに接続して使用します。しかし機種によっては、このカメラコントローラーを使用できない場合があります。おそらくこれは、Android の機種ごとのカメラ性能の違いによる問題と思われるのですが、実際に私も2台持っているうち、片方はカメラコントローラーを使用できますが、もう片方ではうまくカメラが機能してくれず、使用することができません。こういう問題があるということはゲーム制作側でも把握をしていて、原因を調査中とのことですので、いずれは改善されるのではないかな、と思います。ですが、現在はこういった問題があるということと、あと、この後お話ししますが、カメラコントローラーを快適に使用するには、いくつか必要な条件があります。そのため、ゲームを買ったは良いけど思うようにプレイできなかった、ということを防ぐため、事前に体験版を利用いただくことをお勧めします。では、使い方の説明に入ります。カメラコントローラーは、スマートフォンのカメラ機能を使用します。ですので、皆さんご自身のスマートフォンをゲームに接続する必要があります。接続方法は、スマートフォンをハンドコントローラーとして使用する場合と同じで、専用のアプリをダウンロードした上で、ゲーム機本体とスマートフォンを同じ Wi-Fi に接続させる必要があります。ですので、第一の条件として、Wi-Fi が使用できない環境ではこの機能は使えませんのでご了承ください。ではまずは、App Store、もしくは Google Play Store より、ジャストダンス2025コントローラーのアプリをダウンロードします。なお、アプリ名に2025という数字が入っていますが、2023から2025まで、すべてのエディション共通のアプリになりますので、例えば自分は2023エディションしか持っていないよ、という方もこちらを使用してください。インストールができたら、ゲーム機本体とスマートフォンを同じ Wi-Fi に接続させた上で、ゲームとアプリをそれぞれ起動させます。そうすると、スマートフォン側はペアリングコードを入力する画面になります。ペアリングコードとは何かというと、ゲームの起動時に表示される、この画面に書かれているコードのことです。なお、ゲームを起動した後にこの画面を表示させたい場合は、スイッチの場合なら、ジョイコンの Y ボタンを押してください。そうすると、右側にタブが現れますので、その中から、コントローラーを追加を選ぶと、先ほどと同じ画面になります。では、スマートフォンの画面でこのコードを入力します。接続ができました。ゲーム側の画面にコントローラーが追加されましたと表示された場合は左側の自分を選択してください。これで設定は完了です。では実際にゲームをプレイしてみましょう。カメラコントローラーが使用できるマップにはこのカメラマークがついています。なお、カメラコントローラーは一人プレイ専用です。ハンドコントローラーのように複数人で同時にプレイするということはできませんのでご了承ください。では、踊りたい曲を選びます。そうすると、スマートフォン側がカメラコントローラーかハンドコントローラーかを選択する画面になりますので、カメラを選択します。次の画面で踊りたいコーチを選択します。そうすると、人の形を認識する画面になりますので、スマートフォンをテレビの前に置き、全身が画面中央に収まる位置に立ちます。もしここで、なかなかカメラが反応してくれないという場合は、前後にちょっとずつ動いて距離を調整し、反応してくれるポイントを探ってください。うまくカメラが認識してくれたら、ゲーム開始です。あとはコーチの動きに合わせて踊りましょう。はい、では次は、カメラコントローラーを快適にプレイするにあたって、いくつか注意点がありますので、それをお伝えします。一つ目は、スマートフォンの置き方です。公式の説明では、スマートフォンは横向きにして、
地面から約45から75センチの高さの場所に置いてください。また、できるだけ垂直にしてください。と書かれています。この図のように、テレビを置いている台にちょうどよく設置できれば良いのですが、実際は高さが足りなかったり、逆に高すぎたりとうまくいかないことの方が多いと思います。そこで、あると便利なのがスマホスタンドです。おすすめは、高さや角度が調整できるものです。私は三脚タイプで、長さが調整できるものがちょうど家にあったので、それをテレビの前に設置して使用しています。あとは、こちらは100均で購入したものですが、アーム型で自由に位置が調整できるものなども便利です。これまでやってみた感覚として、スマートフォンを垂直に設置するためには、45センチの高さだと低く、最低でも75センチは必要なのかなと思います。2つ目は、プレイするために必要なスペースです。公式の説明では、スマートフォンから約135から195センチほど離れます。と書かれています。なお私の場合は、身長が148センチと平均より小柄なため、スマートフォンを高さ75センチのところに設置し、そこから110センチぐらい離れればカメラが認識してくれます。で、実際にプレイするときは、確実に全身を映すために、さらに一歩下がったところで踊っています。なので、もっと背の高い人なら、やはり135センチ以上の距離は必要なのかなと思われます。別の方に聞いたところ、その方は2メートルぐらい離れてプレイしているとおっしゃっていました。これが体の前に必要な距離です。で、ダンスの振り付けの中には、回ったり、大きく腕を後ろに回したりする動きがありますので、体の後ろにも、ある程度のスペースが必要になってきます。私の場合、最初このような環境でプレイしていたのですが、これだとちょっと後ろのスペースが狭いかなという感じで、実際、パダムパダムのこの動きをしていた時に、思いっきり後ろの壁に手をぶつけてしまい、手の甲に大きなあざを作ってしまいました。ので、今はテレビの位置を変えて、縦長にスペースを取るようにしたら、前後は無理なく踊れるようになりました。横幅に関しては、もうちょっと広いと良いなという感じではあるのですが、横移動の際の歩幅を調整して、あまり大きく動きすぎず、工夫すればなんとか大丈夫かなという状況です。ご覧いただいたように、快適にプレイしようとしたらそれなりのスペースが必要で、家具が多く置いてあるような部屋だと、正直ちょっと厳しいかもしれないです。なんとかカメラが認識してくれるだけの距離を確保できたら、あとは限られたスペースの中で、うまく踊れるように工夫してやっていくしかないのかな、と思います。3つ目はその他、スコアを最適化するための注意点です。採点を正確に行うためのポイントとして、このようなものが挙げられています。カメラと自分の間に視界を遮るものがないようにする。スマートフォンをできるだけ垂直に設置する。カメラに映る角度が変わってしまうと、それだけ体の動きも違って見えてしまいますので、それを防ぐためにもカメラはまっすぐにしておくと良いでしょう。動きが見えるように、照明をつけて部屋を明るくする。服の柄が似たような模様にならないようにする。同じ柄が連続して入っているような服は良くないようです。極力柄が少ないものが良いと思われます。服の色が背景の壁の色と同じにならないようにする。似たような色だと体の動きを見失ってしまうため、なるべく背景とは異なる色の服を選んでいただくと良いと思いますが、例えば同じベージュ系でも、色の濃さが違えば問題なくちゃんと認識してくれている印象です。はい。以上が快適にプレイするための注意点でした。次は、どのようにして採点がされているかです。と言っても、採点基準というのは明確に公表されているわけではありませんので、私がいろいろ試した上で、こういうところを見て判定をしているのではないか、と思った点をお話しさせていただきます。ので、必ずしも正確ではないかもしれませんが、参考にしていただければと思います。カメラコントローラーは、プレイヤーの全身の動きをカメラで検知することにより採点がされています。そこで、この3つに分けて説明していきます。まずは、手の動きです。ジョイコンなどのハンドコントローラーでプレイする場合は、右手の動きのみで判定がされますが、カメラコントローラーの場合は両手の動きが判定の対象となります。右下に表示されているムーブアイコンを参考に、コーチの左右それぞれの腕がどういうタイミングで、どういう速さ、どういう角度で動いているのかをよく観察し、それを真似するようにしてください。その際に、ここも注意した方が良いのではというポイントがあります。まずは、動き始めのポジションが合っているかです。例えばこのムーブは、ちゃんと肩の横の位置から手が動き始めているか。このムーブの場合は、手を胸の前に持ってきてから腕を広げているか、など、こういうところもしっかり判定基準として見られている気がします。ポイント2つ目は、メインで動いているのとは反対の手がどういうポーズをとっているかです。手を伸ばしているのか、それとも手を腰に当てているのかなど、全体的なシルエットがコーチと合っているのかというのも意識してみてください。
次は足の動きです。足に関しては結構判定が緩い部分もあって、左右逆に動かしていたり、または全く動かさなくても手の動きさえ合っていればパーフェクトは取れるという箇所があります。ですが、中には厳しく判定されている箇所もあって、例えば以前出したワークアウトモードを紹介する動画の中で、サンライトのこの振り付けについて、こういう風に足を動かすと良いよという話をしました。これは、このマップをカメラコントローラーでプレイしている時に、どうやら足の着地のタイミングもパーフェクトの判定の基準の一つになっているようだ。ということは、振り付けとして重要な部分なのかな、と思ったので紹介をさせていただきました。その次に出てくるムーブも、足を前に出すタイミングもしっかり見られているようです。毎回同じように動いているはずなのに、その時によって判定がパーフェクトになったりスーパーになったりするんだよなという時は、気づかないうちに足を出したり着地させるタイミングがずれているかもしれませんので、今一度足の動きを見直してみると良いと思います。また先ほど、足の動きが合っていなくてもパーフェクトが取れる箇所があると言いましたが、イコール、その部分は採点の対象になっていないのか、というと必ずしもそうではないようです。どういうことかというと、以前ハンドコントローラーの採点の仕組みを解説する動画の中で、100% 完璧な動きができれば 100% の点数がもらえるけど、もしここまでの動きしかできていないと判断された場合は、たとえパーフェクトの判定が出ても、もらえる点数は少なくなるという話をしました。これはカメラコントローラーも同じで、どうやら手の動きができていればパーフェクトは上げるけど、足の動きができていないと 100% の点数は上げないよ、という箇所があるようです。なぜそう思ったのかというと、このワンラストタイムのマップ、すべてパーフェクトは取れるようになったのですが、いまいち良いスコアが出なくて、何が悪いんだろうと考えていたところ、ここの振り付けが手の動きに集中するあまり、足の動きがいい加減になっていたことに気づきました。そこで、しっかり足をクロスさせて、最後は両足を揃えて止まる、というのをしっかりやったら、ここまでスコアが伸びました。ので、判定に関係がないように思えても、余裕があれば、ちゃんと足もコーチの動きに合わせると良いと思います。次は、体の動きです。手足の動きだけではなく、その他の体の動きが判定の対象になっている場合があります。例えば、腰の動き。体の向きを変えるタイミング。回転するタイミング。頭を上下させるタイミング。横への移動などです。こういった細かい部分も見逃さないようにして、コーチの動きを再現できるようにしてみてください。カメラコントローラーでプレイする上でキーになるのが、自分がカメラにどういったシルエットで映っているかです。そこで重要になってくるのが、画面右下に表示されるムーブアイコンです。このアイコンには手足をどう動かすかだけではなく、手足の角度や肘や膝が伸びているのか曲がっているのか、あとは体の傾きなども結構細かく表現されていますので、ぜひ注意して見てみてください。また、正面を向いて動かなくてはいけない場面で、カメラに対して体の向きが斜めになっていると、実際に自分がしている動きとカメラが検知する動きに差が出てしまい、判定を落とされてしまうこともあります。のである程度踊れるようになったら、カメラには自分がどう映って見えているのか、というのも意識しながら動いていただくと良いと思います。はい。以上カメラコントローラーの解説でした。ジャストダンスはハンドコントローラー、カメラコントローラー、それぞれに良さ、楽しさがありますので、皆さんもいろいろなマップに挑戦していただき、ぜひこのゲームを最大限に楽しんでください。では、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。